皆さん、こんにちは。私は横浜の中島隆夫館長が創設された工部館道場の師範代をやらせていただいている山口と申します。よろしくお願いします。今日は一つの技術だけにこだわれというようなお話をしたいと思います。他のスポーツ競技でもそうだと思うんですけども、自分の得意な技が一つあればですね、相当なところまで伸びるんじゃないか。例えばゴルフにしてもテニスにしてもですね、特に合気道の場合ですね、相手を投げる膨大な技があるんですよね。だけどその中の一つだけが得意だということで相手を制圧することができる。その例なんですけども、養親館を作られたこの方ですね、塩田剛三先生の友人の方がですね、私はもう年取ってて技を覚えられません。なんかどうしたらいいでしょう。そしたら塩田館長がですね、そうですか、じゃあ一つだけやりなさい。これで他の技でも一番通用するのが四方投げという技なんで、それだけを繰り返しやったらいいでしょうと言われたんですね。これでもう道場の片隅で他の人を無視して黙々と、これ時々指導員がそこ指導してあげる。館長のお友達だからそういうことができたんだと思うんですけども、その方がですね、もう暇だから道場に結構長時間滞在してたんですね。私が入った当時ですけども、神楽坂の近くにですね、道場があったんですね。佃八幡っていう八幡の境内。神楽坂っていうのは江戸時代からの古い町ではあるけれども、歓楽街で危ない町でもあったんですね。ここである時ですね、一人が逃げ込んできて、そしたらその後、ヤクザみたいなでかいのが追っかけてきた。ここで今のやつを出せって言ったんですね。そしたらこの友人という方が正座して、畳の上にですね、道場がある、その前に玄関がある。玄関が畳敷きなんですね。そこへ正座して、いや、こんな人間は誰も来ませんよ。今だとですね、道場に殴り込んでくるなんていうのはあんまり考えられないけれども、当時は昭和30年代ですね。合気道もその気合術もなんかよくわからない、何やってるかよくわからないというそのイメージだったんですね。ここでじじじ引っ込んでろしてですね、腕を引っ張ったんですね。ここで我々はですね、半身半立ちといってですね、一人が座って、一人が立ってですね、両手で引っ張って、引きずり起こそうっていう技なんですね。これを半身半立ち。ので投げ方によって四方投げという技があるんですけども、その稽古しながらですね、今時ね、正座して相手が立ってて腕引っ張られるなんて状況ありえないんじゃないのっていうふうに思っちゃうんですけども、実際そういうことがあったんですね。それでこのおじいさん、おじいさんつっても私より若いかもしれないけれども、四方投げっていうですね、今の半身半立ち、そのまんまなんですね。これどういうふうにするかっていうと、ぐるっと回って、立ち上がって、ここでぐるっと回って、後ろへ向きに叩きつけるんですよね。これで、この手加減で思いっきり叩きつけることもできるし、ふわっと、あるいは場合によっては頭を打たないような、投げ方もできるんですけども、これを半身半立ち四方投げをそのまんまかけちゃったんですね。そしたら畳の上だから、それほど障害はないけれども、なんか白だから頭打っちゃったらしいんですね。これで、そのヤクザがふらふらしながらですね、逃げるようにして帰っていっちゃった。そうすると、合気道っていうのはなんだかインチキだと思ってたけども、あのじじいがあんな強いんじゃね、これはまずいわ、と思ったんじゃないかなと思うんですよね。だからこれが一つの例なんですけども、時間のない社会人、技を覚えられない社会人、そういう人でもですね、一つだけ続ければですね、相当に強くなれる。だから他でも言いましたけども、年取ってもまだ強いんですかじゃないんですよね。年取ってるから強い。若者にも負けない。そういう技を身につけることができる。それが他のスポーツとの違い。しかも、級がもらったり、段をもらって、そういう励みもありますよね。それが合気道なんですけども、今回も合気道の勧めということでお話しさせていただきました。一つだけでいいんですということでお話しいたしましたので、
またお目にかかりましょう。ありがとうございました。